こんにちは、アルシチャンネルです。今回は酔いの科学。著者は日本アルコール医学会理事長の小村節夫さん。アルコールとうまく付き合うにはどうしたらいいのでしょうか。気飲みはダメです。早速見ていきましょう。アルコールは百薬の長と言われるように嗜好品であると同時に薬と同じ性格を持っています。ただ、薬は少量で効果を出しますが、アルコールは大量に飲んで効果を示します。医薬品は体重あたりミリグラム単位で使われますが、お酒はグラム単位で飲んでいるのです。約1000倍の違いがありますね。あまりに大量であるため、薬とは感じられないわけですが、体への負担は非常に大きいです。薬の場合は、体の処理能力が限界に達することはまずありません。というよりは、処理能力が限界に達する前に、副作用や中毒症状が出て大変なことになってしまうため、限界に達するまでは薬を飲むことはできません。でも、アルコールの場合、体の処理能力を超えるほど飲んで、初めてほろ酔い気分となり、お酒を楽しむようになっています。つまり、人間の脳は、薬としてのアルコールには比較的鈍感で、肝臓がアルコール処理能力の限界に達しているときに、やっとほろ酔いを感じるわけです。しかし、薬は諸刃の剣というように、度が過ぎれば危険です。適度なお酒はほろ酔い気分になって、疲労感やストレスを解消してくれます。人間関係の潤滑油となり、楽しい時間を過ごすことができます。このアルコールの魅力こそ、古代から愛され続けられる理由なのです。何事にも作法があるように、アルコールを楽しむ作法として、アルコールについて知っていきましょう。まず、アルコールの効能とは何でしょうか。一言で言えば、心地よい気分になることです。この酔いとは、脳が麻痺した状態を言います。アルコールは睡眠薬などと同じように中枢神経系を麻痺したり抑制させるものなのです。この中枢神経系は複雑で、アルコールの感受性には部位によって違いがあります。比較的早く抑制される部分と遅く抑制される部分があります。早く抑制されるところは大脳の心皮質というところです。これは記憶や判断能力などの高等な機能を司るところです。アルコールを飲むとまずこの心皮質が抑制され、より古い部分である辺縁皮質が心皮質からのコントロールから解放されたとき、酔いを感じるのです。この辺縁皮質は本能や欲望に関係が深く、通常の状態では心皮質から理性的に制御されているのですが、酔った時には心皮質から解放されて、本能や欲望が解放され、陶酔感を感じるようになります。酔いの状態がこのままでとどまれば良いのですが、お酒が進むと、この辺縁皮質も抑制されるようになり、感情が不安定になったり、感覚が麻痺したりします。ちょうど全身麻酔による麻酔状態にだんだんと近くなります。いわゆる泥酔状態です。さらに酔いが進むと完全な麻酔状態になってうまく歩けなかったりします。このようにアルコールは全身麻酔薬の一種です。医療で使われている全身麻酔薬は呼吸などを司る脳幹の麻痺状態には簡単には達しませんが、アルコールの場合、簡単にこの脳幹麻痺に進むことがあり、危険です。それゆえ、お酒は麻酔薬として医療では使われません。さて、お酒は薬の一種という話をしてきましたが、お酒を飲むときには薬とは誰も思っていません。アルコールは 1g で7キロカロリーあり、ビールの大瓶1本は約250キロカロリー、ウイスキーだとダブル1杯で160キロカロリーに相当します。そう考えると、
ビールの大瓶1本はご飯を茶碗大盛り1杯食べたのと同じカロリーと言われます。確かに高カロリーですが、三大栄養素、タンパク質、糖質、脂質を含んでいません。三大栄養素はエネルギー源になったり、必要のないときは蓄えられたり、体の一部になったりすることができます。でも、アルコールは単にエネルギー源になるだけです。花火のようにパッと使われて体に蓄えられません。ですから、アルコールは中身のないカロリーと言われます。体から見れば、アルコールは一方的に使わざるを得ないわけで、必要な時に使えない効率の悪いエネルギー源と言えます。また、アルコールを代謝するときにはビタミン類が必要で大量に消費されます。そのため、アルコールを飲むとビタミン類は欠乏状態になります。体から見るとアルコールは厄介なエネルギー源と言えるでしょう。さて、アルコールは厄介なエネルギーと言いましたが、強制的に肝臓で代謝されてエネルギーとなるため、本来の肝臓の機能を後回しにさせて、結果的に肝臓の代謝を抑制するようになります。例えば、肝臓の本来の燃料としての脂肪酸にとって変わります。そのため、脂肪酸の利用が減少して、肝臓に脂肪酸の蓄積が起こるようになります。肝臓に脂肪の蓄積が多くなると、いわゆる脂肪肝になります。ですから、ビールを飲みながら脂肪たっぷりの食事を食べれば、肝臓はアルコールの代謝を先に行うため、体に入った脂肪は肝臓に溜まっていってしまいます。また、アルコールは代謝されるときにビタミンを使うため、ビタミン欠乏になりやすくなります。毎日のようにお酒を飲む人は、ビタミン不足が深刻化する傾向がありますので、注意しましょう。このように、お酒を飲んだとき、体の代謝が変わるということはお分かりいただけたと思いますが、一回だけなら体にとって大したことではありません。でも毎日のようにお酒を飲んだらどうでしょうか。アルコールは体の至るところでその機能を妨げます。腸の吸収機能を低下させ、栄養素が体に入りにくくなります。また、肝臓では肝臓を構成する細胞自体がアルコールで痛みつけられ、栄養の蓄積が低下するようになります。このように、常習的な飲酒は体にとっては良くないと言えます。よくお酒を飲むという人は、お酒を飲まないとき、栄養のバランスを考えてビタミンなどを十分に摂ることが必要です。アルコールの行方。百薬の長であるお酒を楽しむには、アルコールの行方を知ることも大事です。薬が体に入ってから体内での動きは、吸収、分布、代謝、排泄という面から捉えられます。吸収とは体内、特に血管内に入るまでの過程を言います。口から入ったらその時すべて吸収されたというわけではありません。吸収されにくいものは胃や腸で吸収されず、便の中に出たり、腸管内で消失することもあります。そして吸収されたアルコールは血の流れに沿って体内に広がり、それぞれの臓器へ散らばっていきます。この過程を分布と言います。アルコールは食べ物と違って体にとって異物ですので分解されます。この分解過程を代謝と言います。また、体から異物は外に強制的に出されます。この過程が排泄です。尿や便だけではなく、皮膚からは汗となって体の外へ出されます。お酒を飲んだ場合、そのアルコールはほぼ全量が胃から小腸の間で吸収されます。胃では約 30%、残りの 70% が腸で吸収されます。腸の方が血流や表面積も多く、
アルコールの吸収に適した構造を持っているからです。さて、飲んだアルコールの 30% は胃の粘膜から吸収されるわけですが、胃の粘膜細胞にはアルコールを分解する酵素があります。そして、アルコールの吸収は飲み始めの時は早く、例えば空腹の場合、ビール大瓶の半分ぐらいの量なら、30分以内にその4分の1が吸収されます。しかし、だんだん飲んでいくと、アルコールの吸収速度は落ちていきます。そして、胃で吸収されなかった7割のアルコールは、小腸へと運ばれます。この時、胃の中に食べ物がないと、より早く小腸に運ばれます。小腸の方がアルコールを吸収しやすいので、急速に血中アルコール濃度が上がっていきます。アルコールは一旦小腸に達すると、速やかに吸収されていきます。小腸というのは全長7メートルもある長い臓器で、他の食べ物の栄養素もここで吸収されます。血流も豊富で吸収に適した構造になっています。ちなみに、アルコール自体の小腸への作用というのは、小腸への刺激作用で、小腸にあるものの通過時間の短縮をもたらします。つまり、下痢気味になるわけです。気をつけましょうね。さて、胃や腸で吸収されたアルコールは血管の中に入っていき、その大部分は肝臓へ運ばれます。この肝臓に入ったアルコールの一部は代謝を受けますが、大部分は肝静脈から全身に運ばれるようになります。この全身に行き渡る過程を分布と言います。アルコールは水に溶けやすいという性質があるため、全身の水分のあるところにくまなく行き渡ります。全身に行き渡る速度は最初は速く、急速に全身のアルコール濃度は上がります。しかし、時間の経過とともに、その速度はゆっくりとなり、おおむね1時間程度かかって全身に行き渡ります。中でも脳は血流が豊富なので、アルコール濃度はすぐに上がり、酔いを感じるようになります。さて、全身に行き渡ったアルコールはそのままいるわけではありません。体はアルコールを取り除こうとします。その過程がアルコールを水や二酸化炭素に変える代謝であり、アルコールのまま体から尿や汗として捨てる排泄です。体内に入ったアルコールの大半、約 90% は排泄ではなく代謝によって消えていきます。この代謝の過程もアルコールは独特です。ほとんどの薬の代謝は血中濃度に比例します。つまり血中濃度が高ければ、それだけ多くの薬が代謝によって消えていきます。しかし、アルコールは別です。アルコールの代謝は時間あたり処理される量がほぼ決まっています。血中アルコール濃度がいかに高くても、時間あたり処理される量は一定です。これは人間のアルコール処理能力に限界があることから起きる現象です。このように処理能力の限界に達することを飽和と言い、アルコール代謝ではこの飽和現象がよく起こっています。薬の場合、飽和現象が起こるときは中毒量に達したときです。つまり、体にとって危険な状態の時なのです。このようなことから考えると、アルコールは体の処理能力を超えて中毒量になって酔いを感じているわけです。ただ、アルコールは中毒量といっても、その毒性が目に余るほどは急に出てこないので、おかげで中毒作用としての酔いを楽しむことができているのです。しかし、量が過ぎれば危険です。お酒は度を過ぎれば体にとって良くないことも起こりますが、ほろ酔い気分のお酒は楽しいものです。最後にお酒を楽しむためのコツを見ていきましょう。さて、お酒に強いか弱いかは遺伝で決まります。お酒に弱いからといってもちろん恥じることはありません。日本人の約4割は
先天的にお酒に弱い体質です。アルコールは代謝されるときにアセトアルデビドという物質になります。このアセトアルデビドは毒性が強く、お酒が弱い人はこの物質が体に溜まることが知られています。この物質は少ない量でも血管を膨張させて顔が赤くなったり心拍数を高めたりします。ではなぜお酒が弱い人はアセトアルデビドが蓄積するのでしょうか。それはこのアセトアルデビドを代謝する酵素の働きが遺伝的に悪いからです。アルコールが代謝されてできるアセトアルデビドは毒性が強く、これを代謝する物質は ALDH2 という酵素です。お酒が弱い人はこの酵素がないと言われています。別にないからといって命に別状はありません。日本人の4割近くの人が ALDH がないのです。また同じように東アジアの国、中国や朝鮮半島の人もこの酵素がない人はとても多いです。ところが白人や黒人にはこの酵素がないという人はほとんどいません。つまり白人や黒人などは先天的にお酒が強いということになります。またアジアでもタイやマレーシア、フィリピンなどでは ALDH2 がない人は1割程度です。このことから比較的新しい時代に ALDH2 がないという人たちが突然変異で生じて、長い間の民族の移動により周辺諸国に広がって今のような分布になったと考えられています。つまりお酒が弱いという人はこの ALDH2 遺伝子に関しては新人類の可能性があるのです。お酒が弱いというあなたはもしかしたら新人類かもしれません。さて、このアセトアルデビドを処理する酵素の機能が悪くて蓄積してしまう人がお酒が弱いと言いましたが、この酵素は細かく分けると5種類あります。この酵素が民族間に差があるということが最近注目を浴びています。簡単に言ってしまうと、日本人などのモンゴロイド人種にはアルコール処理能力がより大きい酵素を持っているのです。日本人の6割はお酒に強いということですが、その大半の人はアルコールを酸化処理する能力が白人や黒人など他の人種よりも強いのです。白人の場合はアルコール代謝機能についてはあまり個人差がなく、みんな同じように飲めて飲めないという人はほとんどいませんが、日本人の場合はアルコールに強い人はとてつもなく強く、またアルコールが苦手という人も4割もいるということで、バラエティに富んだ民族です。それだけお酒にまつわるいろいろな話が多いと言えるでしょう。お酒に強い人も体をいたわって飲みましょう。お酒が飲めないまたは弱い人は、日本人にはそんな仲間が人口の 40% もいます。お酒が飲める飲めないにかかわらず、雰囲気を楽しんで素敵な時間を過ごしましょう。